どうも、ホタルです。今回はバイク版バックトゥザフューチャー。時計の針を1960年代まで巻き戻して日本のバイクブームがどのように変わったのか、早速出発しましょう。今日は友人からこの忍者 250R を借りてきました。このバイク、実は日本のバイクの歴史を語る上でかなり重要な存在なんです。なぜ私が今回忍者 250R を借りたのか、それはこの後の話につながっていきます。今回はこの忍者 250R に乗りながら日本のバイクブームがどのように変わっていったのかを振り返っていきます。まず1960年から1970年代、1969年ホンダから登場した CB750 750cc 空冷4気筒、最高出力は67馬力。当時としてはまさにモンスター級の性能でした。しかもこの4気筒エンジンはレーシングマシンを思わせる4本マフラーとともに、日本のバイクってこんなにすごいのかという印象を世界に与えました。ここから日本メーカーはより速くより高性能なバイクを次々と生み出していくことになります。一方、日本国内では小さなバイクも独自の文化を作っていました。それが1967年に登場したモンキーです。小さな車体だからこそエンジンを変えたりマフラーを変えたり足回りを変えたり自分好みにカスタムするという4ミニカスタム文化の土台になっていきました。この頃からすでに速さを追求する文化と自分好みにする文化、日本のバイクにはこの2つの流れが存在していたんです。そして速いバイクが欲しい、それが1980年代です。日本のバイクブームは大きく変化していきます。その象徴がレーサーレプリカです。当時の若者たちはとにかく速いバイクが欲しいだけではありませんでした。レーシングマシンのようなバイクに乗りたい、そんな憧れが一気に広がっていきます。その流れを決定的にした一台が1983年のスズキ RG250 ガンマです。 250cc 2ストローク2気筒、最高出力は45馬力、そして乾燥重量は 131kg、 250cc なのに45馬力。しかも当時としては非常に軽い、レーサーそのもののようなスタイルと性能で発表と同時に爆発的な人気を集めました。これが後のレーサーレプリカブームにつながっていきます。そして1988年の 88NSR へ、この時代を代表する存在がホンダ NSR250R です。 249cc 90度 V 型2気筒の2ストロークエンジン、最高出力は45馬力。しかもレーシングマシン NSR250 で培われた技術を市販車に落とし込んだバイクでした。当時の 250cc クラスは 250cc だから初心者向けという単純なものではありません。むしろ 250cc だからこそ軽さとパワーを両立できる、そんな魅力がありました。そしてこの頃、バイクは速いほどかっこいいという価値観が強くなっているようにも感じます。ところが流行は突然変わる。ここで面白いことが起こります。カウルをまとったレーサーレプリカとは正反対のようなバイクが登場します。それが川崎ゼファー400、カウルのないシンプルなネイキッドです。レーサーのような最高速ではなく、街中で気軽に乗れてエンジンそのものを眺めながら走る、そんなバイクでした。つまり速さだけがバイクの魅力ではない、そう感じる人が増えていったんです。ここでレーサーレプリカ全盛期の時代からネイキッドという新しい流行への変化がありました。そしてここが日本のバイクブームの大きな転換点だったと思います。そして1992年、ホンダの CB400 スーパー4が登場します。水冷 DOHC 直列4気筒 400cc という日本独自の中型バイク市場に合わせた排気量、そして何より
乗りやすさと4気筒らしいフィーリング、これが大きな魅力でした。ホンダ公式も CB400 スーパーフォアを1992年から2022年まで30年間にわたって進化させながら販売したとしています。レーサーレプリカのように限界まで速く走るという方向ではなく、ツーリングでも楽しめる。それでいてアクセルを開ければ4気筒らしい気持ちよさがある。 CB400 スーパーフォアは速さと日常のちょうどいいところの立ち位置に存在していたバイクだったことが分かります。そして日本ではこの 400cc クラスの4気筒ネイキッドが長く支持されることになります。しかし2000年代に入るとバイクを取り巻く環境そのものが変わっていきます。一番大きな影響は排ガス規制です。かつての2ストローク 250cc のような軽い車体にとんでもないパワーというバイクは次第に姿を消していきました。そして 250cc クラスも速さを競う場所から扱いやすさや実用性、こちらを重視する場所へと変化していきます。そして2008年、今回の伏線だった川崎の忍者 250R が登場します。 248cc 水冷4ストローク並列2気筒フルカウルでありながらトップクラスのスーパースポーツほど尖ってない。川崎公式も当時さまざまなライフスタイルに合わせた幅広い選択肢という市場の変化に対応するモデルとして忍者 250R を説明しています。つまり速さだけを求めなくてもスポーツバイクに乗りたいという人に向けたバイクだったんです。これが今回忍者 250R を借りた理由です。このバイクはレーサーレプリカ時代の速さと現在の乗りやすさ、楽しさのちょうど間にいるような存在だったと思います。 250cc スポーツはここから再び存在感を取り戻していきます。そして2010年代、ここからバイク選びの価値観がさらに変わっていきます。それはバイクは性能だけでは選ばれなくなるということです。もちろん速いバイクは今でも人気があります。でもそれだけではありません。見た目、乗り味、足つき、取り回し、燃費、カスタムのしやすさ、そして何より自分が好きかどうか、こうした部分が以前よりも大きな意味を持つようになりました。その象徴の一つが2017年に登場したレベル250です。低いシート高、シンプルでタフなデザイン、そして扱いやすいエンジン。ホンダは当時年齢や体格に関係なく幅広い人が楽しめることを意識して開発していたそうです。最高出力は26馬力、昔の NSR250R の45馬力と比べたら数字だけ見ると大きな差があります。でも今のバイク選びでは何馬力あるかだけでは決まらない。ここが大きな変化だと思います。2018年からもう一つ大きな変化があります。それは安全装備です。日本では2018年10月以降に発売される新型二輪車について ABS または CBS などの先進制御システムの装備が義務化されました。さらに継続生産車にも段階的に適用されていきました。昔のバイクがどれだけ速いか、これを競っていたのであれば、現代のバイクはどれだけ安全に快適に個性を求めて楽しめるかという方向性に変わっていったように感じました。そしてここからバイクはさらに多様になっていきます。2019年頃からアジア市場を中心に存在感を増していったのが 150cc クラスという新しい選択肢です。ここで私自身が乗っている CB190SS にもつながっていきます。そして以前動画で紹介した XSR155、 こちらはタイ、インドネシアをはじめとしてインド、日本の仕様に分けて段階的に展開しています。単気筒エンジンで最高出力は19馬力、数字だけ見れば昔の 250cc レーサーレプリカとは比べ物になりません。でもそこには軽さ、燃費、扱いやすさ、そしてネオクラシックというデザイン、速さだけではなくこのバイクに乗りたいと思わせる魅力を持っています。私自身この XSR と悩んだ末
現在 CB190SS に乗ってますが、このバイクも同様の選び方、感じ方でした。そして個性の時代へ。こうして振り返ってみると、日本のバイクブームは単純に昔はすごかった、今は違うという話だけではないと思います。1960年代は世界を驚かせるための性能、1980年代はレーサーレプリカと2ストロークの速さを求めた時代、1990年代はゼファーや CB400 スーパーフォアに代表されるネイキッドブーム、そして2000年代、規制や環境の変化の中で 250cc スポーツが新しい形で復活。2010年代以降はレブルのようなクルーザー、 XSR155 のようなネオクラシック、ヤマハ MT シリーズのような近未来的なデザインのストリートファイターなど、選択肢がどんどん広がっていきました。全ての名車を紹介できずに大変もどかしいんですけれども、私が感じたバイクブームをスムーズにお伝えするために独断で選ばせていただきました。最後に40代初心者ライダーが感じたまとめです。こうして時代は速さから個性へと移り変わっていったわけですけれども、バイクの個性っていうのは何も最新技術を詰め込むことだけではないと思ってます。前回の動画でコメントをいただきまして、今まで私が調べてなかった領域に少しだけ触れたんですけれども、最新モデルでも電子スロットルではなくワイヤー式のアナログ感をあえて残すことでバイクを操る楽しさを追求している車種もあることを知りました。1960年代から2020年代の現代まで形は変われど、メーカーがその時代ごとにライダーにどう楽しんでほしいのか、これを突き詰めたこだわりこそが名車たちの真の個性なのかもしれません。昔は何馬力あるのか、最高速は何キロ出るのか、そんな話がバイクの魅力を語る大きな基準でした。もちろん今でもその価値観が残っていることは素敵な一面です。それに速いバイクは純粋に楽しいです。4気筒や2ストロークのサウンドを聞けば、当時を経験していない私でも熱いものを感じます。でも私は自分の愛車として CB190SS を選びました。自分がこのバイクが好きだと思えること、それこそが今の時代のバイクの楽しみ方なのかもしれません。だからこそ私は自分のバイクブームが速さから個性へ変わったと強く感じました。実は最初は単純な歴史動画にするつもりだったんですけれども、調べていくうちにバイクブームの変化に吸い込まれて方向転換しました。今回借りた忍者 250R もその変化の途中にいたバイクです。実際にそのバイクに触れることで、今のバイクがなぜこうなったのかも少し見えた気がしました。初心者のくせに歴史を語るなと怒られそうですが、バイクへの熱意が私を動かしましたのでお許しください。さて、いかがだったでしょうか。皆さんはバイクを選ぶとき一番大切にしているものは何でしょうか。速さ、乗りやすさ、見た目、軽さ、最新技術、様々あるかと思います。その気持ちをぜひコメントに載せてください。それでは良いバイクライフを。バイバイ。今日も真面目に喋りすぎた。もうね、すべてのバイクに感謝だよ。外は灼熱の暑さだけど洗車するかな。